つろの夜からこんばんは。今回は普段使ってる家具屋の設置置き攻めについて紹介します。紹介する内容はご覧の通りです。対策についても少し触れるので、対家具屋戦の参考になるかもしれません。もし内容に誤りがあったらその時はコメントで優しく指摘してください。それでは早速、ディバイド。まずは設置技についてのおさらいです。家具屋の設置技は214コマンドで出る闇のうつつに先示すになります。A、B、C の3種あり空中発動可能です。A 番は後ろに移動して2ヒットする球を2つ出します。2発ともしゃがみ姿勢の相手にヒットします。B 番は前に移動して2ヒットする球を2つ出します。バレンを除き2発目はしゃがみ姿勢の相手にはヒットしません。B 番は貯めることができ前への移動距離が増えます。C 番は A 番より高く後ろに移動して6ヒットする球を2つ出します。2発ともしゃがみ姿勢の相手にヒットします。それでは次は置き攻めの解説です。まずは一番よく見る基本の 3CB 派生1段目からの設置置き攻めです。補正の重いコンボでもほぼこのパーツで締めることができるので一番よく使います。まずは A 設置から。全人類平等アサルト最速ジャン A 択です。弾が2発ともしゃがみにヒットするのでタイミングをずらすのもあり、見えないときは見えない。ダッシュからの投げタです。不用意なシールドやクリーピングに対してお仕置きをすることができます。口述する対策の対策で護衛度 B を置いておくタです。相手のダッシュからの投げや打撃を潰すことができます。A 設置への対策です。A 設置は家具屋側がにフルフリなので先に投げに行ったり発生の速い技での暴れが結構通ります。アサルトジャン A 択に対してクリーピングで抜けるのもありですが様子見や投げに弱いのでそこは読み合いです。遅らせ置きは崩し択を減らせるわけではない上に自ら有利フレームを放棄することになるので基本的にはおすすめできません。次は B 設置について。まずは最速置きの相手に対してジャンプ攻撃を重ねるタです。これのいいところは一部技に先重ねが成立するところです。ジャン C なら9フレ、ジャン B なら8フレの先重ねが成立します。詐欺れる主な技一覧です。相手キャラに応じてジャン B、ジャン C を使い分けるのが基本ですが、頭無敵のある A 昇竜系はジャン B じゃないと潰せないので、A 昇竜打ってくる人にはジャン B を使っていきましょう。ジャン B、ジャン C をガードさせた後に前ジャングジャン B から表裏を迫る択です。CS 持ってた方が状況確認はしやすいです。細かい原理は省略しますが、ジャン B を空振りするタイミングで表裏が入れ替わります。一部キャラを除けば昇竜拳やクリーピングで対抗できないので強いです。着地後最速で 1HC と入力すれば解放を下げることもできて最強。ジャン A 空振りから着地投げのタです。シールドやクリーピングに対して強いです。最速暴れには普通に負けるのでジャン B、ジャン C 重ねで分からせるのが大事。ちなみにジャン A 着地は7フレ詐欺になっているので暗転技だと見てから詐欺もできます。B 設置への対策です。表裏択派生に行かれると厳しいので基本は熱波が簡単な対策になります。ただし何も考えない熱波を毎回していると A 設置などの有利状況を放棄することになるのでよく考えてみましょう。A 設置にも同じことですが、シールドは成功してもターンが回ってこない上に投げタクだった場合最悪なのでおすすめしません。対策の対策というかネタ相手への置き攻めネタです。毎回寝てくる相手には別のネタを仕掛けに行きましょう。おなじみ全人類平等アサルトじゃんねえ。設置に発目が当たらないので最速で出さないとダメです。
F 式も仕掛けられます。やり方はいろいろありますが、2発目の起爆を立ちガードさせれば仕掛けることができます。垂直ジャンプ、アサルトジャン A、 ジャンプ 236A、 こちらはリンネと2かの小さいキャラにも対応。またお前どうせ熱波だろって相手には設置技のキャンセルを遅らせることで投げることができます。アサルトジャン A や F 式策はクリーピングに弱いので対の角にもなっています。着地後 B 小竜の2段目キャンセル C 設置のパターンです。その後のダッシュ B 設置のセットまでが全てレンガになり、ジャン B 表裏を仕掛けることができます。またクリーピングしてきた相手に対してのジャンプ攻撃が重なり、ターンを継続することができます。投げや特定指導の画面端置き攻めを紹介します。まずは投げ指導から。投げからの B 設置詐欺重ねです。もちろんさっき紹介した9フレ8フレ詐欺のルートにも行けますが、投げからだとより発生の早い技にも対応可能です。投げ後3ヒットさせて、ジャンプ 236A、インクリースジャン C、B 設置で詐欺重ねができます。ジャン 2C で7フレ、ジャン B で6フレ詐欺になります。投げ後に2ヒットさせて、ジャンプ 236A、インクリースジャン C、B 設置で詐欺重ねができます。ジャン 2C で6フレ、ジャン B で5フレ詐欺になります。ただしジャン B はかなり持続が短いので入力タイミングが難しいです。相手の最速起き上がりに対して7フレ有利で A 設置するコンボです。起き上がりには A 射撃を重ねるのが強いです。一部キャラの無敵技を透かして重ねることができ、クリーピングも見てから投げを確定させられます。2フレ有利の A 設置です。相手が熱波選択していた場合に 2A 重ね 214C と入力するとクリーピング仮内蔵 C 設置ができます。相手ガード時には 214C 起爆までがレンガになります。相手がクリーピングを選択していた場合、4を入れるかにしておけば後ろ歩き投げを確定させることができます。2A のタイミングが完璧なら解放を下げることもできます。打撃指導の置き攻めの紹介です。2B や 2C、2A カウンター指導からできる有利 A 設置コンボです。インクリースジャン C のディレイタイミングで有利フレームが変動しますが、最大7フレくらいまでは有利を取ることができます。ゲージ 100% 使用の C 設置の置き攻めです。AB バンの設置と共存して弾を出せるので様々な置き攻めを展開できます。A 昇竜後や AB 設置のガードを確認した後の 3C 設置がおすすめです。まずは一番使いやすいと思われる A 昇竜 C 設置についてです。設置技の発動タイミングについてです。A 昇竜を最速でキャンセルするとコンボになってしまうので少し遅らせて設置しましょう。設置タイミング次第で相手のリバサ無敵技にガードが間に合ったりもします。劣化に対してはどれだけ設置を遅らせても一発目がヒットしないので逆に投げに行くこともできます。一番よく見るやつです。ジャンプ 236C からジャンキャン、インクリースジャン C、ジャン B と着地に C で注意を迫る角です。ジャンプ 236B でもいいですが C1 はタイミングが合えばガーキャンを避けられるメリットがあります。ジャン B の時と同様に F 式もできます。ほぼ同じような仕掛け方ですが C 設置の時にだけ使える強いセットもあります。ジャンプ 236A からジャン C ジャン A を重ねるパターンです。早めにしゃがんでしまうとジャン A がヒットするので設置を立ちガードさせやすいです。
アサルトジャン A もしくはジャンプ 236A、ジャン A をガードさせてからの F 式です。ジャンプ 236A からジャンキャンジャン A の F 式です。小さいキャラにも当たるのがグッド。上り中段をジャン A ではなくインクリースジャン C にすることでリング、ミカ含めた全キャラ対応版になります。発生は変わらず23フレです。着地して B 設置を出すことでいつもの表裏卓に行けます。この場合は C 設置からのジャング攻撃が連続ガードになるので無敵技等で拒否できないところが強いです。着地インクリース 214D の表裏卓です。ジャン A を出すタイミングで表裏を切り替えられます。A 昇竜最速 C 設置の後の置き攻めです。ここからは無数にセットプレイがありますが使ってるものだけを紹介します。最速 C 設置後、ジャン A 空振り 236A、B 設置の置き攻めです。フレームが変わるので最速で出す必要があります。相手の受け身によって状況が変わります。垂直置きに対してはジャン B がで黒サビになります。前受け身に対しては着地後1フレ有利です。2A で暴れを封殺できます。B 設置の2発目が当たらないことを利用して 2A 投げが結構を通ります。投げ抜けしてくるようなら 2A、垂直ジャンプで投げを釣りましょう。またアサルトジャン C から F 式もできます。劣化の相手には F 式ができます。2A 空振りから垂直ジャンプやジャンプ 236A で F 式です。2A はフレーム消費です。駆け足になりましたが、実戦でよく使っている置き攻め紹介でした。仕組みが分かってしまえば、どの置き攻めにも対応策はあります。しかし、相手も全ての場面で最適解を選べるわけではありません。いろいろな置き攻めを仕掛けて、相手の守りをぐちゃぐちゃにしましょう。相手の防御行動の意図が見えれば、次に仕掛けるべき策もおのずとわかるようになります。本動画が置き攻めの理解を深める一助になれば幸いです。もし内容に誤りがあったり、もっといい置き攻めあるよって人はぜひコメントください。偉大な先人のかぐや使いの皆様に敬意を表しつつ、この動画を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。